今回は地元大阪へ初心に戻って1泊2日の観光プランをお届けします。1日目はレトロカフェと定番のお好み焼き、2日目は中之島でゆったりおしゃれな街歩きと美術館のアート旅です。それでは早速行ってみましょう。まずは一息、リロコーヒー喫茶さんへ。コーヒーのいい香り、レトロな雰囲気の店内が素敵で、入った瞬間から居心地の良さを感じました。こちらのお店、抽出方法を4種類の中から選べるスタイルになっていて、豆や入れ方によって味わいが変わるのも面白いポイントです。落ち着いた店内でゆっくり座って一息つくところから、今回の大阪旅がスタートです。コーヒーゼリーとティラミスも注文してみました。コーヒーゼリーは見た目以上にコーヒーの苦みがしっかりしていて、甘さ控えめな大人の味。ティラミスも甘すぎなくてコーヒーとの相性がすごく良かったです。大阪のレトロ喫茶店文化、最高です。コーヒーで一息ついたところで、家具屋セブンティービー大阪さんへ。新居のダイニングセット探しにちょっと寄り道です。ヴィンテージから北欧テイストまで並んでいて、見ているだけでワクワクします。今回は購入までは至らず、下見だけでした。私は木の質感がしっかり残ったテーブルが気になりました。テーブル探しの旅は続きます。大阪に来たらやっぱりお好み焼き、大人気店の味の屋さんに来ました。ただこちらのお店、通常は1時間以上並ぶ人気店。今回はテーブルチェックのファストパスで並ばずに入店しました。これは課金の価値ありです。鉄板の上でじゅわっと焼ける音と匂い、目の前で焼いてもらうライブ感がいい。表面はカリッと、中はふわっと。この火加減の違いが職人技です。ネギ焼きと山芋焼きも注文。ビールとの相性抜群です。私は正直大阪のお好み焼きをちゃんと食べるのは初めてだったんですけど、生地のふわふわ感がすごくて驚きました。ソースの香ばしさとマヨネーズのバランスも絶妙で、大阪感を味わえます。朝の新世界。街を歩いていると、朝から営業している激安のうどん屋さんや開いている居酒屋も見かけました。夜勤明けの日雇いの方々が多く利用するらしく、独特の空気感があり、ディープな大阪を味わえます。2日目の朝は新世界にあるセンナリアコーヒーさんでモーニングからスタートです。実はこちらのお店、ミックスジュース発祥のお店なんです。1948年、初代店主が営んでいた果物店が始まりで、売れ残ったり売れすぎたりした果物を無駄にしないよう、独自の配合でミキサーにかけたのが最初なんだとか。もったいないという大阪商人らしい精神から生まれた一杯というのもいい話ですよね。1960年には喫茶店として本格的にオープンしたそうです。昭和のレトロな雰囲気そのままの喫茶店で、経験していないのにどこか懐かしい。まずはミックスジュース、そして卵カツサンドとピザトーストを注文。卵カツサンドはボリュームたっぷりでがっつり系、ミックスジュースは噂通りの美味しさで朝から元気が出ます。卵カツサンド、見た目のボリュームにびっくりしたんですけど、
食べてみると衣がサクッとしていて思ったより軽く食べられました。ミックスジュース文化は全国に広まってほしいと思いました。さて、ここからが今日のメインです。中之島エリアでじっくり街歩きをしていきます。今回歩くルートはこんな感じ。中之島バラ園からスタートして大阪市中央公会堂、そして大阪府立中之島図書館へと歴史的な建物を巡っていきます。中之島はおしゃれなビジネス街でもあり、グルメスポットも多く隠れた観光エリアです。まずは中之島バラ園から。季節外れだったのでバラはほとんど咲いていませんでした。バラはなくても緑が綺麗な公園です。そこから歩いて大阪市中央公会堂へ。赤レンガに緑のドーム屋根が印象的な大正時代を代表する建築です。100年以上前の建物が今も現役で使われているというのがすごいですよね。さらに歩いて大阪府立中之島図書館へ。こちらも重厚な石造りの外観が特徴で、中央公会堂と並んで中之島の街並みを象徴する建物です。今回は中にも入ってみたんですが、館内もレトロでおしゃれな雰囲気で、外観だけでなく中もしっかり見る価値がありました。図書館としてだけじゃなく、建築そのものを見に来る価値がある場所だと思います。ドーンと立ち並ぶ歴史的建造物を眺めながらの都会の街歩き。大阪って難波やユニバのイメージが強いですけど、こういう落ち着いたおしゃれな一面もあるんですよね。たくさん歩いてお腹も空いてきました。お昼ご飯の前にパン屋へ寄り道。しかし夏季休業中でした。お昼は先ほどのパン屋と同じビル内にある旧ヤム亭中之島洋館へ。大ビル本館の2階にあるお店で、アンティーク調の内装がとにかく素敵な空間です。スパイスカレー黎明期から大阪のカレー文化を支える人気の老舗で、オープン直後の空いている時間帯が狙い目です。豆のカレーは固定で必ずついてきて、そこに残り 2,3 種類のカレーを選んで組み合わせる形になっています。米の種類の選べて、おすすめはジャスミン米です。副菜まで含めて見た目からしても芸術って感じでした。セットのドリンクはチャイティーをチョイス。スパイスの効いたカレーと香り豊かなチャイの組み合わせが相性抜群です。食後はそのまま中之島美術館へ。真っ黒な立方体のような外観が印象的で、遠くからでもすぐわかる建物です。2022年に開館した比較的新しい美術館で、構想から開館まで40年近くかかったという、実はかなり大掛かりな計画だったりします。入り口には SNS でも話題の宇宙猫の巨大なモニュメントもあって、ここで写真を撮っている人も多く見かけました。正式名称はシップスキャットらしいです。このタイミングで開催されていたのがスイスの奇才カール・ワイザーの展覧会。正直恥ずかしながら今回初めて知った作家さんだったんですけど、知らないからこそ先入観なく楽しめました。撮影 OK の作品をいくつかお届けします。
日本にも滞在していた期間があったらしく、当時の日本の風景を題材とした西洋画は面白かったです。4階にも同じ作家によるジャイアントトラヤンという約7メートルの巨大な立体作品があって、こちらも見応え十分でした。胸元にはコックピットのような小窓があって、そこにトラヤン本人の姿が収まっているのも面白いポイントです。帰り際にショップにも立ち寄りました。展覧会を見なくても入れるスペースなので、気軽なお土産探しにもちょうどいいです。国立国際美術館も近くにあります。こちらは地上に建物がほとんど見えない地下型の美術館というのが面白いところ。入場料は430円で、この内容でこの価格はかなり嬉しいですね。展示は現代アートが中心で、普段あまり見慣れないジャンルだからこそ新鮮な刺激をもらいました。現代アートは正直よくわからない作品も多かったんですけど、それも含めて楽しめました。中之島エリアはモダンな美術館を2つはしごできるのは贅沢です。中之島でちょっと大人な休日も楽しかったです。天満にある小林商店さんへ。豚足とホルモンが名物のお店です。昼間は上品な街歩きでしたけど、夜はガラッと変わってディープな大阪グルメです。豚足はプルップルで、ホルモンはジューシー。店の雰囲気もこれぞ大阪の夜という一軒でした。豚足を食べるのは初めてだったんですけど、見た目より全然癖がなくて、コラーゲンたっぷりでプルプル。ホルモンも臭みが一切なくて美味しかったです。天満って安くてうまい店が本当に多いんですよね。梅田は割高ですので、大阪で飲むなら難波、天満、福島がおすすめです。グルメも文化も両方楽しめたいい2日間でした。久しぶりにゆっくり大阪を観光できて、新しい発見がたくさんありました。最後まで見ていただきありがとうございました。次の動画もお楽しみに。